しゃぶのコース焼きで今日は予約状況としてどんな感じですか？もう完全に満席です。オープン3時なんですけど、すべての時間で満席で。盛り上がり？美味しくて。うまい。ふわふわ。これすき引きって言って本来金沢市でもいいんですけど、金沢市でやると身に負担かけちゃうんで、このすき引きっていうやり方した方が、身がしっかりして角取りって言って使いやすいサイズに小分けして、でこのまま保存しておいて、オーダーが来たらここから使うって感じです。香箱ガニ、場所によってはセイコガニとかって呼ばれるんですけど、ズワイガニとメスガニ、ズワイガニと違って身よりもこう食べてもらう。昔はね、すごい安くてぶつ切りにしてお味噌汁に入れちゃうなんて地元の人とかも結構いたんですけど、近年結構人気出ちゃって、最近はもう高級ガニになっちゃいましたけど、メスガニなんでそんなにね身の多いカニじゃないんですよ。でも甘みはすごくありますよ。ただそのちょびちょびつまみながら日本酒飲んだりとかしてもらうようなカニになりますね。金時、黒鯛とマダイです。ちょっと脂も乗ってきてて、ちょうどいい頃合いの食感もあり、脂もありみたいな。食感が一番いいのは金時鯛。脂がやっぱしっかり乗ってるのはマダイかなとは思うんですけど。これコースの珍味と思ってて、でイカの赤作りっていう塩辛みたいな。こちらは、へしこといってサバをぬかで漬けたものになります。これはコースの前菜になります。でさっきのが珍味。これがガンドの粗煮として、ガンドって出世魚なんで、はいブリの一歩手前に若いですね。能登産のガンガン。そうです。これが魚の焼肉です。お野菜も能登の八百さんとかそういうところから仕入れるっていうのは、ブリしゃぶはもうほとんど能登のもので作られてる。能登の活性化、どんどん漁師さんの数もね減ってきてて、なんかこう能登みが発展していくことで、そういう助けになれたりとかしたらいいのかなと思ってますね。盛り上がり？近年この旬っていうのがあるので、油が乗ってくるのがすごい遅くなってて、ほんと12月の中ぐらいとか、その分終わりの時期も遅くて、4月末ぐらいまでは結構いいぶりが入ってくるような状態になりましたね、近年は。
これ、すき引きって言って、本来金沢市でもいいんですけど、金沢市でやると身に負担かけちゃうんで、このすき引きっていうやり方した方が、身がしっかりしてって感じですね。こんな感じです。あと一旦この柵取りって言って使いやすいサイズに小分けして、でこのまま保存しておいて、オーダーが来たら後から使うって感じです。そういう状態です。はい。能登で上がるブリがやっぱ一番美味しいかなと思いますね。石川県の形ってこうなってるじゃないですか。あれ真ん中の海の内海って言って、この日本海と海水温度がちょっと違うんですよね。そう、ちょっとあったかいんですよ。だからこうブリがね、寒い海からこう入ってくる。はい、そうなんで能登でブリが結構上がるんですけど、ちょっとやっぱり身は締まってて、脂のりがね全然違いますね。もう能登ではね、キトキトって言って、コリッとしたもう歯ごたえのすごい強い食感の強い魚のことをキトキトっていう、はい、そういうのが能登の魚の特徴ではあります。好んで食べられる。香箱ガニって言って、場所によってはセイコガニとか呼ばれるんですけど、ズワイガニとメスガニ、ズワイガニと違って身よりも子を食べてもらう。これもう受精後の外子って子供なんですけど、この外子とこの中に内子って、それ受精前の子供なんですけど、はい、これ内子って言いますね、はい、が入ってて、これを甲羅盛りって言って、甲羅にも盛り付けていく、はい、ちょっと珍味っぽい感じなんですよね、はい、昔はねすごい安くてぶつ切りにしてお味噌汁に入れちゃうなんて地元の人とかも結構いたんですけど、近年結構人気出ちゃって、最近はもう高級ガニになっちゃいましたけど。メスガニなんでそんなにね身の多いカニじゃないんですよ。こんな感じで食べるだけになります。でも甘みはすごくありますよ。ただちょびちょびつまみながら日本酒飲んだりとかしてもらうような感じになりますね。
能登の素材は特に食感が強いです。こっちのとは全然違う。結構貝苦手な人とかでも、うちでつぼ焼き食べて、素材食べれなかったみたいな人もいる。金時、で黒鯛とマダイです。ちょっと脂も乗ってきてて、ちょうどいい頃合いの食感もあり、脂もありみたいな。食感が一番いいのは金時鯛ですかね。脂がやっぱしっかり乗ってるのはマダイかなとは思うので。身がね、ふわふわで美味しい。ワカサギとかあれのに近いかもしれない。これコスの珍味を持ってて、でイカの赤作りっていう塩辛みたいな。こちらはへしこといってサバをぬかで漬けたものになります。これはコースの前菜で、さっきのが珍味。これがガンドの粗煮なんで、ガンドって出世魚なんで、ブリの一歩手前に分かるんですかね。能登産のガンタン。そうです。今日は予約状況としてはどんな感じですか？もう完全に満席です。オープン3時なんですけど、すべての時間で満席で。もともと最初はその本店の方で始めたんですけど、今本店をうちのオーナーが一人で回していて、なので本店はちょっと席数が少ないというところがあって、なんで基本的には別館にいらっしゃるお客様が多いのかなと。なんか社会にブリしゃぶが認知されてきたのかなと思いますので、昔はもうブリしゃぶって言っても何それみたいな、お魚のしゃぶしゃぶって言ったらね、もう鯛しゃぶとかやっぱり有名だったと思うんで。いらっしゃいませ。ここから一気に始まっちゃうんで、入ってもらわない方がいいかもしれない。
ラス右、白子1人前、ギリシャルに予約寿司2人前です自家製のお塩、これ石リジオってお塩なんですけど、イカで作った魚醤で石るってお醤油があって、それを煮詰めて作ったお塩なんですけど、もともとうちの社長が能登のね、端っこの方にあるちっちゃな和食屋さんで初めて見つけたのがこの石リジオなんですけど、実際に買うとめちゃくちゃ高くて、そうあまりにも高すぎてちょっと使えないから作ったんですよ。早く帰りたい。これはすごく人気があります。もうほとんどその日単品分がなくなっちゃうぐらい、予約のお刺身盛り分しか取れないぐらいやっぱり人気がある。これ13。これは2台ですね。13、2台。はい、そう。はい。これが魚の焼肉です。そう。だいたい15秒から20秒ぐらいでほんのり白くなってきますので、白くなったらもう一回繰り返してください。匂いがやばい。これはブリのハラミ。これはタコのあ、いいです。ちょっとバター。はい。お野菜も能登の屋さんとかそういうところから仕入れるっていうから、V しゃぶはもうほとんど能登のもので、作られてるっていう感じですかね。はい。
上の身と腹の身で分けて脂のりが全然違う。腹の方が脂が乗ってます。入れさせていただいても大丈夫です。で、これお刺身用のブリ使ってまして、これお刺身でも召し上がるぐらい本当に新鮮なブリ使ってますので、よかったらちょっと待ち時間にお刺身で召し上がってみてください。ブリしゃぶのお出汁は和風だし、あごとかカツオとかお野菜の出汁も入ってるんですね。盛り上がり美味しい。美味しくてうまい。なんかふわふわ。ここ以外じゃ食べれないかもね。ね。まあ、なんかちょっとしたこうお野菜にしっかり火入れたいんで、柔らかくなったらポン酢もするんで、このまましばらくお待ちください。そうですよね。こんなもんですよね。誰かはい、ちょっとやってる人がいます。3回目ぐらいで、はい、毎年、はい、ここのブリしゃぶが最高ですね。ブリしゃぶコース5名焼きお願いします。ブリしゃぶのコース焼きで名古屋です。伊勢神宮。ブリって能登のブリも使ってる。そうです。能登に七尾の営業所作って、いつもそこからもう魚を卸してます。白子に浮かしてまして、もし見た目だけのトッピングで白子しゃぶしゃぶしてくださグリーンです。こちら白子です。こんな感じで、よかったらお召し上がりください。で、能登のお酒、ユーホになる。で、さっぱりして結構飲みやすいっていう。うち結構ブリからお酒っていうのはメインで
扱ってますね。例えば能登の中能登町にある鳥屋酒造さんで作ってらっしゃる池月って純米酒があるんですよ。これもすごく素直な辛口の純米酒ですごく人気があります。辛口好きのお客様は大体これお好きですね。あとは福光屋さんっていう酒蔵があるけど、そこの加賀飛びとか、これめっちゃ有名だと思うんですけど、これは石川の加賀のお酒なんですけど、この辺はもうすごいやっぱり人気がありますね。やっぱりこちらお召し上がりいただけますね。ちゃんと入らないようにさ。聞いてる人いないです大丈夫ですよね。ずーっとやっぱり能登のお魚で育ってきてるから、やっぱりこっちのお魚っていうのがね、やっぱどうしてもあまり美味しくなく感じたのか、地産多消で能登で仕入れて東京で広く売っていってっていう感じになってますね。能登の活性化、どんどん漁師さんの数もね減ってきてて、なんかこう能登民が発展していくことで、こうそういう助けになれたりとかしたらいいのかなと思ってますね。